だいま戦線のご消直が間髪せられました。精鋭なる帝国陸海軍は今や決死の戦いを行いつつあります。東亜全局の平和はこれを念願する帝国のあらゆる努力にもかかわらず、ついに決裂のやむなきに至ったのであります。日本が第二次世界大戦に参戦した日、日本政府は国民に向けてなぜアメリカ・イギリスと戦争をするに至ったのかを説明しました。そこではアメリカとイギリスが中国を支援して日本に対する包囲網を強化し圧迫している。このままでは日本の存立が危うくなる。そのため日本は自存自衛のためやむを得ず立ち上がるという論理で参戦の理由を説明しています。この頃の内閣総理大臣は東条英機。その後東条内閣は今回のアメリカ・イギリスとの戦争は日中戦争も含めて大東亜戦争と呼ぶと決定し、この戦争を白人帝国主義からアジアを解放し大東亜共栄圏を建設する目的を持ったものだとしました。これを受けてドイツ、イタリアは日本に続いてアメリカに宣戦布告、とうとう戦争が世界へと広がっていきます。一方連合国は戦争において協力し枢軸諸国に対抗することを確認します。こうして世界は2つに分かれて争っていくことになるのです。さて開戦後の日本は連戦連勝で進撃を続けたため、国民は日本軍に熱狂していきます。当然それに追従して政府の支持率も高まっていき、東条内閣は戦時体制の確立に取り組んでいきました。まず東条内閣が取り掛かったのは、新しく占領した地域でどのような政治を行うのかという問題です。この問題は戦争が始まる前から話し合われており、すでに大きな方針が決められていました。その方針を見てみると、占領地域に対しては差し当たり軍政を実施し、治安の回復、重要国防資源の急速獲得および作戦群の自活確保に資すと書かれています。要するにまず石油のような重要国防資源を急いで獲得し、次に現地の日本軍が活動できるようにするという方針で、現地の住民のことは後回しにされていたのです。実際に占領された東南アジアの地域では、日本軍が現地の住民から米やその他の食料を強制的に奪うということが行われており、現地の住民は深刻な食料不足に苦しめられていきます。さらにアメリカ、イギリス、オランダの企業や施設を接収し、そこに日本の財閥系の企業が進出して現地の労働者を安い賃金で雇うようになりました。そうやって石油やアルミニウムの原料、ゴムといった資源を日本に輸送していくことになったのです。さらには各地に神社を作って住民に参拝させたり、英語やオランダ語の使用を禁止し、日本語を学習させたりしました。日本が戦争を目的に掲げていた大東亜共栄圏の建設やアジア解放の聖戦という理想からは程遠いものだったのです。さらに東条内閣は新しく大東亜建設審議会という機関を設置し、ここで大東亜共栄圏建設のための重要事項を調査したり話し合ったりさせていきました。例えば占領地域における文化や教育、経済をどのようにしていくのかといったことを話し合ったのです。こうして日本は大東亜共栄圏建設に向けて歩みを進めていきます。さて連戦連勝で南方資源を確保し、当初の目的を達成した日本軍でしたが、日本軍が綿密に計画していたのはここまでで、その後の作戦については具体的に考えられていませんでした。ということで第1弾作戦が達成されたこのタイミングで、第2弾作戦についての話し合いが行われていきます。まずは海軍、次に陸軍の順番で考えを確認していきましょう。この頃の海軍では真珠湾攻撃の大成功によって連合艦隊司令長官の山本五十六の発言力が強まっていました。そんな山本五十六は日本とアメリカの間には圧倒的な国力差がある、長期戦になると日本は負けると考えており、できるだけ早く決戦に持ち込むべきだと主張していました。つまり積極的にアメリカを攻撃して短期決戦に持ち込み勝利し、アメリカ国民の戦意を喪失させ講和しようという考え方です。特に山本五十六は太平洋で大きな力を発揮していたアメリカの空母を警戒しており、アメリカの空母は脅威だ、アメリカ空母を誘い出して壊滅させなければならない、そのように考えていました。一方この頃の陸軍では参謀本部の田中真一と陸軍省の武藤明が大きな発言力を持っていました。
彼らも海軍と同様に日本とアメリカの間には圧倒的な国力差があると考えていましたが、決戦に持ち込んでもアメリカは降伏しないだろうと主張していました。なぜなら国力において優勢なアメリカは一時的に戦局が不利となっても戦備を立て直すことができるため、早期講和に応じることはありえないと考えていたからです。よって陸軍の考えは、このタイミングで日本は守りに転じ、石油などの資源の開発と日本本土への輸送に力を注ぎながら、長期持久戦体制を構築。南方戦線で使用した部隊は大陸に戻し、ソ連を牽制しようというものでした。要するに海軍は攻撃を優先するべきだと主張し、陸軍は防御を優先するべきだと主張していたのです。このように陸軍と海軍の意見が対立する中で行われた大本営政府連絡会議では、この先戦争をどう進めていき、どう終わらせるのかが話し合われていきます。そうなると当然陸軍からすでに当初の目的だった石油を手に入れることはできた。これ以上戦線を拡大する必要はない。守りの体制に入ろうという意見が出てきます。ここで戦いをやめれば、ドイツとの戦いで忙しいアメリカはわざわざ太平洋まで出てこないだろう。そのような考えでした。しかし海軍はそれに反対し、アメリカが黙って日本を見逃すわけがない。情勢が有利な今こそアメリカに決戦を挑むべきだ。時間が経てばアメリカとの戦力差は開いていく。早期決戦での勝利しか講和の道はないと意見します。陸軍と海軍の対立により議論は平行線となっていきましたが、いつまでも方針を決めないわけにはいきません。こうして海軍が提案した攻撃優先の方針と陸軍が提案した防御優先の方針を合体させた上に修正して、既得の戦果を拡充して長期不敗の聖戦体制を整えつつ、機を見て積極的の方策を講ずという方針に決まります。陸軍の守備優先論と海軍の攻撃優先論を併記した方針のため、どっちつかずの矛盾した方針が出来上がってしまったのです。そのような曖昧な方針を立てた原因の一つとして、日本の世界情勢の認識が甘かったということが言えます。このような方針を決定したのは1942年の3月でしたが、この頃の日本はアメリカ・イギリスの反撃は1943年以降だろうと考えており、9ヶ月以上の余裕があると考えていたのです。しかし実際のところアメリカ軍はすでに反撃の準備を整えつつあり、日本の予想をはるかに上回るペースで連合国の反撃が始まることになっていきます。さて、この頃陸軍省の中で力を持っていた武藤明は、アメリカとの戦争は長期的な国家総力戦になる。この戦争に勝つためには国家総動員が必要だと考えていました。つまり全ての国民を動員するのだから、国民が積極的に支持する内閣でなければこの戦争に勝てないと考えていたのです。ところがこの頃の内閣は東条内閣。支持率が高まっていたとはいえ、もともとこの内閣は国民の支持の上に成立したものではなく、陸軍や政府の支持の上に成立したものでした。そのため武藤は、東条内閣の役目は改選したことにより終わった。国民の支持を持った新しい内閣を成立させるべきだという考えを持っていたのです。こうして武藤は元首相の岡田啓介を訪ねて、新体制樹立に向けて協力してくれと要請。しかしこの武藤明の動きを知った東条が激怒しました。怒った東条は突如武藤明を解任すると、その後任として東条に近い佐藤賢良を任命したのです。こうして陸軍は陸軍省の佐藤賢良と参謀本部の田中真一という体制となりました。このような情勢の中訪れたのが衆議院の任期満了です。そうなると当然ですが、新しい衆議院議員を決めるための選挙を行わなければなりません。こうして実施されたのが第21回衆議院議員総選挙、つまり翼賛選挙でした。この選挙では従来の選挙とは異なり、推薦制が導入されています。まず政府が翼賛政治体制協議会という団体を結成します。これは翼賛会、軍、国会議員、財界、言論会などの代表を集めた団体で、各道府県に支部を置き、各選挙区の推薦候補を選び、彼らの当選を図る組織でした。一応推薦なしでの立候補も認められましたが、彼らは激しい選挙干渉を受けるのに対し、推薦された候補は政府からの全面的な支援が与えられています。そのような選挙の結果、衆議院の定員466名中381名が推薦候補となりました。
しかし逆に考えると、激しい選挙干渉にもかかわらず85名の非推薦候補者が当選したということで、有権者である国民の中にもこの翼賛選挙に批判的な意見を持っている人がいたということもわかります。何はともあれ、翼賛選挙によって議会の掌握に成功した東条内閣は翼賛政治会を発足させます。これは衆議院議員のほとんど全て、貴族院議員の大部分が加盟した政治結社であり、この会以外の政治会派は禁止されたため、一国一党に近い政治状況が生まれました。こうして戦争を遂行するための国内体制が強化されたのです。さらにこの頃の政治を考える上で忘れてはいけないのが憲兵の存在です。憲兵はもともと軍隊の取り締まりにあたる軍事警察ですが、一般の国民に対して警察権を行使する場合もありました。問題はこの憲兵が陸軍大臣に直属していたため、陸軍大臣の意向による憲兵政治が横行するようになったことでした。しかも海軍には憲兵が存在しなかったため、海軍の軍人の取り締まりも陸軍の憲兵が担当しています。こうして陸軍大臣は国内において強い権力を持つ存在となり、軍や戦争、政府に反対する人物の弾圧が行われるようになっていったのです。この憲兵政治により東条英機は独裁者のイメージを強めていますが、当時の国民には大人気の総理大臣でした。ラジオや映像でたびたび東条を目にしていた国民たちは国を救う英雄のように考えていたのです。そんな東条が最も重視していたことは天皇の意思でした。足しげく天皇のもとに通って天皇の意思を常に確認し、天皇の意思を政治に反映させようとしたのです。こうすることで東条は天皇を政治の世界から切り離しながらも天皇の意思を政治に反映するという疑似的な天皇神聖を実現しようとしています。こうして東条内閣は天皇やその側近たち、そして国民からの支持を得て戦争を遂行していくことになるのです。